RIX-001 ガンダム G ファースト、RIX-003 キャノンガン、RIX-00PT GF タンクの3機は漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3に登場した機体です。宇宙世紀0096-1月1日に行われる一年戦争の記念式典用という扱いで開発された機体のため、デモンストレーションという側面から連邦軍に勝利をもたらしたガンダム、ガンキャノン、ガンタンクになぞらえた機体装飾と名称が与えられました。しかし、その正体はアナハイムエレクトロニクスが開発した最新鋭の技術試験機でもあります。今回はそんな RIX シリーズについて解説させていただきます。シャアの反乱とも呼ばれる第二次ネオジオン戦争では、サイコミュの機能を持ったチップを埋め込んだ構造材であるサイコフレーム搭載機が実戦投入されました。搭乗者だけでなく、周囲の人間の感能波も受信することで反応速度を高めた画期的なシステムです。サイコフレームは、シャア率いるネオジオン側が開発した技術でしたが、シャアがアナハイムエレクトロニクスを通じてロンドベル側にリークしたことで、アムロレイのニューガンダムにも搭載されました。その結果、地球へ落下するアクシズを押し返した奇跡であるアクシズショックが発生。誰も原理を特定できないほどの強大な力を目の当たりにした連邦軍は、サイコフレームの開発を中止しました。しかし、それらはあくまで表向きの体裁で、連邦軍はO100へ向けて宇宙軍再編計画である UC 計画をアナハイムエレクトロニクス社に委託。フラッグシップ機開発のため、サイコフレームの研究は秘密裏に進められます。こうしてフレームそのものをサイコフレームにしたフルサイコフレーム機としてシナンジスタインや RX0 シリーズなどが開発されていくことになりました。この時もう一方で、サイコフレームをフレームとして内蔵するのではなく、外付けのアタッチメントとして運用する機体も計画されます。それが RIX シリーズです。RIX シリーズはかつてリガズイで採用されたバックウェポンシステムの拡張発展をメインコンセプトに開発されました。とはいえ、本シリーズではバックウェポンシステムを使い捨てのアタッチメントではなく、それ自体にモビルスーツとしての機動力と戦闘力を与えています。これにより、それぞれが短期で十分な性能を持つ機体でありながら、戦場で GF タンクが G ファーストとキャノンガン、それぞれに合体して性能を大幅に引き上げることができるようになっています。こうして完成した RIX シリーズは、本来はバックウェポンシステムの拡張発展を目的とした試験機でしたが、宇宙世紀0096に行われた一年戦争終戦記念式典に合わせて、3機ともにトリコロールカラーのデモンストレーション用の機体という扱いで完成し、サイド7へ移送されました。これがガンダム G ファースト、キャノンガン、GF タンクです。まず、ガンダム G ファーストは、その名の通り、V 作戦における RX78 ガンダムにあたる機体です。本機を輸送した戦艦アンバルの乗組員は、一部を除いて、式典用のハリボテ機体と聞かされていましたが、実際は、シナンジュスタインと同時期に開発されていた量産型ニューガンダムをベースとした、新型バリバリ、性能ゴリゴリの機体となっています。なお、本機は、ニューガンダムを素体に、巨大なジェネレーターを積んだバックウェポンシステムを付け足すことをコンセプトとしているため、ある意味ニューガンダムの強化プランの一つとも言えるかもしれません。ただ、書籍、モビルスーツバイブルによると、原型機である、量産型ニューガンダムはサイコフレームが内蔵されているとされていますが、作中で、アクシズショックみたいなオカルトを引き起こす部品は組み込まれていないと説明されているため、G ファーストには、サイコミ等は一切装備していないと考えられます。本機の進化は、GF タンクとドッキングした際に発揮されますが、素体のままでも総合力の高い機体として仕上がっています。まず、機動性能が非常に高く、両肩と脚部には大型のスラスターが搭載されていて、作中では敵機が艦砲射撃と間違えるほどの機動力を発揮していました。なお、機体を軽量化するためか、コックピット周辺の走行は必要最小限となっており、コアブロックのイジェクションポッドが機体からむき出しになっています。それでも耐熱・耐弾性能は優れているようで、コアブロック単体での大気圏突入も可能とされています。また、両腕部にはダブルゼータガンダムを思わせる中折れ式の大型のウィングシールドも装備されているため、通常戦闘における防御力も確保されています。しかし、作中ではコックピット周りの装甲の薄さを突かれ、ブロックごとパイロットを連れ去られる場面も見られます。武装としては、
まずビームライフルを持ちます。当時主流だったエネルギーパック方式を採用したもので、G ファーストの専用武装となっています。ただ、突出した威力はないのか、作中では、ジオン残党軍のモビルスーツに施された最新のコーティングに一撃目を防がれていました。なお、予備のエネルギーパックがシールド裏に備えられていて、片側のシールドにつき、2個のエネルギーパックがマウントされているようです。次にビームサーベルについてです。本機は、剣部、腰部、膝部に、計6本ものビームサーベルをマウントしています。すべてマウントしたまま同時展開可能で、すべてのビームサーベルをドライブさせた姿は、敵からハリネズミと揶揄されていました。なお、ハリネズミといえば、バルプルギスに登場するファーブニルの原型機がヘッジホッグという名で、同じく、全身からビームサーベルを発生させています。一見過剰ともいえるサーベルの搭載本数から、本機の本来の戦い方は、高い機動力と無数の刃を生かして、敵機をすれ違いざまに切り刻む一撃離脱戦法なのかもしれません。その他の兵装としては、頭部にガンダムらしいバルカン砲を搭載。また、ウィングシールドの裏には、10発以上のマイクロミサイルを搭載しています。劇中では、ホワイトベースに似せて建造された多用途輸送艦アンバルに搭載され、サイド7で行われる1年戦争終戦記念式典に合わせて輸送されていました。しかし、航海の途中で、無載級軽巡洋艦メイルメルに乗るジオン残党軍の襲撃を受けます。これに対抗するため、ジョリオン・デイが G ファーストに登場して出撃。キャノンガンとの連携もあり、ジオン残党を退けることに成功します。しかし、その直後フェネックスが襲来し、終戦記念式典に参加していたサンプレイスたちジュニアスクールの生徒が乗るランチを攻撃し始めました。そして、敵味方関係なく暴れ回るフェネックスに対抗するため戦っていきます。なお、シャングリラに寄港した際には、サンたちの手を借りたビーチャオーレグとエルビアンノによって、一時的に盗まれることもありました。次にキャノンガンについてです。V 作戦のガンキャノンに当たる機体ですが、そのベースにはジェガン A2 型が用いられているため、実際はガンキャノンではなく、ジェガンの発展機となっています。しかし、式典に合わせてガンキャノンを思わせる色に変更されたこともあり、作中でも、あの名モビルスーツを意識しているとしか思えないと言及されていました。また、中距離支援機のコンセプトも、しっかりガンキャノンから受け継がれています。まず、本機の頭部には、射撃精度を向上させるバイザーユニットが搭載されています。バイザーを下ろし、メインカメラを伸長させることで広域モードへと変更され、より正確な射撃が可能になります。また、本機は、バックウェポンシステムを装着するコンセプトからバックパックは廃止されているため、スラスターやキャノン砲は、両肩部の大型ユニットへと集約されています。そんな本機の武装は G ファーストと異なり、独自の機構がふんだんに盛り込まれています。まず、ビームライフルです。本機は、ビームライフルをマニピュレーターに内蔵しており、両腕の人差し指と中指から発射します。そのため、ライフルのセンサーが親指上部に配置されています。初見殺し的な武装ですが、作中では敵機に見切られかわされる場面が多く見られました。次にビームジャックです。左前腕部に装着されたナイフのような形状をした実体験ですが、柄の裏側からビーム刃を発生させることもできるようになっています。なお、非合法の掛け試合、バトレイブでガンキャノンと戦った際には、奪われたビームジャックからビーム刃を発生させて頭部を破壊するという使い方をしていることから、遠隔操作でビームを出せるようです。両肩には折りたたみ式のキャノン砲を装備しています。この兵装は、砲身の展開状態によって、2種類のビーム砲を使い分けることが可能になっていて、折りたたみ時は拡散するスプレービームランチャー、砲身を展開すると、長射程、高威力のメガビームキャノンとして使用できます。劇中では、G ファースト、GF タンクとともに、サイド7へ向け移送されていました。その途中で遭遇したジオン残党の部隊に対処するため、ゾーイ・アンソンが登場して出撃。支援砲撃だけでなく格闘戦でザクを撃破する様子も見られます。ラビアンローズ級ドック艦における傭兵部隊との戦闘では、スリーアローズとの連携でアンバルの護衛をしていました。その後、補給のためシャングリラに立ち寄った際には、サンたちの協力を得たビーチャとエルに盗み出され、そのままバトレイブへと出場。ここでは、エルがキャノンガンに登場し、ガンキャノンと交戦していました。しかし、
その後のザナドゥとの戦闘で中破。以降の戦いで本機は登場しませんが、最終回の宇宙世紀0105における一年戦争終戦25周年式典では、G ファースト、GF タンクと並び展示される本機の存在が確認できるため、回収され、修復されたと考えられます。続いて GF タンクについてです。本機は、アナハイムエレクトロニクス社が、サナリー社のロトをベースに、大幅な改修を行った実験機となります。ロトをベースとしているためか、全長が 11.8 メートルとかなり低い上に、搭乗可能人数も多く、頭部に2名、胸部に3名乗ることができます。本機は、可変機構を備えているため、人型形態のファイター、巡航形態のスカイ、重戦車形態のブルの3形態へ変形可能です。これらの形態名からもわかる通り、本機は、ガンタンクを模しているような外見でありながら、実際のコンセプトは G ファイターに由来しています。なお、ゲーム、バトルオペレーション2では、スカイ形態の変形がどうしてもできなかったようでオミットされています。実際にモデリングを作ると、相当複雑な変形なのかもしれません。武装としては、まず、主兵装として両剣部 X キャノンを装備しています。長射程、高出力のビームキャノンで、G ファーストやキャノンガンの武装を拡張する X カートリッジとしても機能します。両腕部には、ロトから転用されたミサイルコンテナが装備されています。また、コンテナの上部にはビームマシンガンが搭載されており、砲身の伸縮機能を利用すれば食い打ち機としても使用できるようです。また、フロントアーマーには2門の小型ビーム砲を搭載しており、スカイやブル形態時の正面への攻撃手段になります。さらに、アンクルガードには加熱式実体験のヒートカッターが装備されています。これは、設定上、ファイター形態での歩行時に進路を阻む障害物などを溶断するとされていますが、作中では、ブルとスカイで移動しており、使用場面は見られませんでした。劇中では、サイドセブンへの移送時にジオン残党軍と遭遇した時、展示用なので担当パイロットが決まっておらず、さらに、G ファーストとキャノンガンの活躍もあって GF タンクは出撃していませんでした。しかし、突如襲来したフェネクスを途方もない脅威と判断したアンバル艦長、ダンコルトンが自ら GF タンクに登場して出撃しています。このように、ガンタンクと G ファイターという要素を併せ持つ GF タンクですが、本機はモビルスーツとしての戦闘能力だけでなく、バックウェポンシステムの拡張とサイコフレームの外部装置化を一手に担う RIX シリーズの要ともいえる機体となっています。それが G ファーストやキャノンガンと合体するためのバックウェポンモードです。この形態の GF タンクと合体することで、両機の総合性能は 150% を超え、さらにドッキング前は扱えなかった強力な武装が使用可能となります。また RIX シリーズでは GF タンクにのみサイコフレームが搭載されているため、GF タンクとドッキングしている時だけサイコフレームを起動できるようになります。なお、GF タンクと対応機体には連絡通路が用意されているので、ドッキング中であれば、機体内部での移動もできるようになっています。作中では、ザナドゥとの戦闘の際、ジョリオンとビーチャがコックピットを行き来する場面が見られました。また、ドッキング中であれば、機体の操縦はどちらからでも可能で、GF タンクのコックピットから G ファーストを操縦する場面も見られます。劇中では、まず、フェネクスとの戦闘時にキャノンガンと合体した姿を披露しました。それが、二重の超越を意味するデュアルトランセンドの名を持つキャノンガン DX です。かかと部のサブスラスターが展開し、背部にドッキングした GF タンクのジェネレーターと接続することで、出力が大幅に上がりました。武装としては、まず、キャノンガンと GF タンク両方のものが使用できます。ただ、タンク側の X キャノンとキャノン側のメガビームキャノンによる4門同時射撃もできるようですが、4門同時に連射するのは、機体への負荷が大きいのか、砲撃後は、剣部や胸部から強制排熱を行う描写が見られます。また、ハイパーラッシュキャノンが使用可能になります。これは、キャノンガンのメガビームキャノン、GF タンクの X カートリッジを接続した長射程、高威力のキャノン砲です。劇中では、フェネクスと戦闘する G ファーストを援護する姿が見られました。そして、キャノンガンと GF タンクが分離した後、GF タンクは G ファーストと合体した姿を披露しました。これが G ファースト DX です。かかと部スラスターが展開し、背部スラスターが変形して、
バックウェポンモードの GF タンクがドッキングしています。なお、操縦桿には、ダブルゼータガンダムにも見られたドッキング用専用レバーが出現しており、掛け声は RX78 ガンダムと同じくドッキング号です。ただ、ラビアンローズでの戦いで GF タンクがキャノンガンに預けられた際、キャノンガンのパイロットであるゾーイがドッキング号という掛け声で抵抗を見せており、キャノンガン DX の姿を再び見ることはできませんでした。合体した G-FIRST-DX の性能は素体の G-FIRST をはるかにしのぐものとなり、初ドッキング時の出力は 180% を超え、制御できないほどの上昇速度を見せていました。また、ニュータイプが登場した際には、GF タンクに搭載されたハイブのサイコフレームが露出し、さらに機体出力が向上します。この時、メインカメラとサブカメラが黄色に変化し、額のスリットからはサイコフレーム由来の光が溢れ出します。ジョリオン救出作戦時には 200% を超える出力上昇が確認されました。オーバーロードによって機体が自壊しかねない状態でしたが、マウントされた全ビームサーベルの放射口からジェネレーターの発する余剰エネルギーを強制放出することで出力を安定させています。そんな G-FIRST-DX は G-FIRST と GF タンクの武装に加えてドッキングしたことで使用可能になる兵装が存在します。まずビームラッシュライフルです。これは G-FIRST のビームライフルに GF タンクのエクスカートリッジを2機連結させたライフルです。G-FIRST のビームライフルはエネルギーパック方式ですが、作品中盤で合体機能があると発覚したことから G-FIRST-DX の有り余るパワーを生かすため、連結時はグリップから本体のジェネレーターを直結して使用できるように改修されました。これにより超高出力のビームを発射可能となっただけでなく、開放型バレルと変更器を利用して複数の敵機へ同時にビームを放射する拡散射撃も行えるようになりました。ただし設定上はもともとエネルギーパック方式とエネルギー供給式の両方を兼ね備えたハイブリッドスタイルのライフルとされています。またバレルを閉じてビームを一点に収束させた状態では瞬時にピンポイントで何発ものビームを叩き込む、まさしくラッシュのような射撃も可能です。またライフルの先端にビーム刃を発生させることも可能で、ロングビームジャベリンとして突進攻撃にも転用していました。またウィングシールド側面に6門搭載された拡散ビーム砲ビームディフューザーが使用可能になります。ただ作中では使用する描写は見られませんでした。G-FIRST-DX はフェネクスとの初戦当時に登場。圧倒的なパワーを発揮し、アンチェイン状態のフェネクスを機能停止へと追い込みます。その後のラビアンローズ級ドック艦における傭兵部隊新生ブレスベルグ隊との戦闘では、最初から G-FIRST-DX として出撃し、ビームラッシュライフルを用いて多大な戦果を上げました。シャングリラでは B 社から G-FIRST を取り返すためドッキングし、そのままバトレイブでガンズランのカルザク3と交戦。しかしそこへナイトロシステム開発責任者であるロックホーカー大佐に送り込まれたザナドゥが吸収。ザナドゥのパワーを前になすすべもなく G-FIRST とキャノンガンが敗北し、コックピットごとジョリオンたちは連れ去られてしまいます。その後ジョリオンたちを救うためガンズをパイロットとして G-FIRST-DX は出撃。月の裏側にあるナイトロ研究施設近郊での戦いでは、ナイトロに精神を侵されたジョリオンが狩るフェネクスやザナドゥを指揮官機とした量産型サイコガンダムの部隊に苦戦します。しかしガンズの思いに呼応するようにサイコフレームが発動し、その力で戦い抜きました。余談ですが G-FIRST のメインパイロットを務めたジョリオン・レイはニュータイプの素養を持っていないため、ニュータイプ能力を持つ少年サンが同乗していた時を除き、本機の性能を最大限発揮することはできていませんでした。そのため最終決戦直前にジョリオンが敵に捕らえられ、パイロットがニュータイプのガンズラインへと変わったことで初めて真の力を発揮できた珍しい主役機体となっています。漫画機動戦士ガンダム UC0096 ラスト3は UC0094 アクロス・ザ・スカイから続くナイトロシステムをめぐる戦いに決着をつける物語で面白いので、未読の方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただけたらとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。